アクアリウム初心者のおっさんが魚と暮らすためゼロから水槽の準備をしています。前回パイロットフィッシュを導入しましたが、水流がちょっと強いって思うので自作のシャワーパイプでいろいろやってみようと思います。排水は現在ジェットパイプの状態で1箇所からドーンって出てるんで、こんな風に魚が押し戻されちゃってます。で、カージナルテトラは弱い水流が好みらしくて、このままだとどんどん体力がなくなってしまうそうです。人間で言えば多分ランニングマシンにずっと乗ってるような状態でしょうね。っていうことで、水流を弱めるシャワーパイプを作成します。だけどその前にカージナルテトラにちょうどいい水流ってどんくらいなんだよっていうのが全然わかんないんですよね。なので画面のように一旦水流を止めてみて魚がどんな風に泳ぐのか観察してみました。で、これは水流全般の話なんですが、強めがいいとか弱めがいいとか、それをどう判断すんだよっていうのが知りたいんですよね。僕みたいな初心者は魚に聞いても教えてくんないですから。なので水流がない状態を見ておけば、実際にこんな風にあっちゃこっちゃ泳ぎ回ってるんで、これが弱い状態なのかっていう基準にしつつ、水流自体はないと水草とかにとってはダメなんで、画面のこの辺の水草が少しゆらゆらするくらいを目指してみます。ではシャワーパイプの作成です。とりあえず付属のシャワーパイプと同じように穴を開けて、まずは水流がどんなもんか見てみようと思います。少し長さは短くしますね。黒いパイプは21番目の動画で余ったものです。で、これは付属のパイプと同じ位置にマジックで印をつけてます。中心を揃える直線を引いて、ニードルでくぼみをつけます。で、こういうつるってした曲面はそのままドリルを当てると滑っちゃうんで、面倒だけどこういうのをやっておいた方がいいと思います。そして付属品と同じ径で穴を開けます。穴は直径 3.5mm ですね。で、まず 1.5mm で下穴を開けておきます。一気に大きい穴を開けようとすると素材がドリルに噛んじゃったり割れたりします。手間が増えますが、ちっちゃい穴から順々に開けていきましょう。ちなみにドリルは細いからって回転数を極端に落とすと折れちゃいます。これは科学的な理論があるんで、興味がある人は調べてみてください。で、3.5mm で穴を拡張します。こんな感じで完成です。これで付属品と同じような穴のサイズになってるんで、表面が荒れたところをきれいにして、で、接続する A ハイム専用ホース黒を適当な長さで切って、これを装着しておきます。パイプの蓋は付属のシャワーパイプのものを使います。そしてジェットパイプの先につなげてから、付属の固定用キスゴムでシャワーパイプを固定して完成です。電源を入れてみて、以前のように1箇所から一気に出てないんで、流速自体は落ちましたね。水草の動きを見てもよくわかります。手をかざして確認してみたんですけど、一箇所から点で排水されていたのが面になった感じですね。で、魚も最初よりは広範囲に動くようになったんで改善はされたと思うんですけど、まだね、ちょっと押し戻されてる感じがあるんですよね。水草の動きを見てもレイアウト素材が邪魔してこの辺の流れがあんまり良くなさそうなんで、こっちに少し水流を逃がしてみます。で、僕は流体力学の専門家じゃないんで適当な感覚の話なことはご了承ください。さらに変更を加えていきます。で、作業はメインの穴を少し拡張して勢いを弱くして、で、さらに下側に2箇所穴を追加して、これはちょっと考えがあるんで、メインの穴の位置とは少しずらして穴を開けます。で、作業の方は先ほどと同じくニードルで目印をつけて2箇所ですね。で、下側の穴は 3.5mm で穴を開けます。メインの穴は 5mm にしちゃいました。もうここからはバンバン電取りで作業していくだけですね。で、綺麗に後処理をして変更完了です。水槽に取り付けて確認してみると、メインの穴の出口が太くなったんで、かなり弱くなりましたね。で、下に向けての水流を作ったんで、この辺の水草の揺れは結構いい感じなんじゃないかなと思ってます。
でもまだこっちの方の水草の揺れがちょっと激しい気がするんですよね。で、これ以上メインの穴を大きくしちゃうと、今後の調整がちょっと難しくなっちゃうんで、後ろ向きに穴を開けて、ガラスに直接当てる水流を作っちゃいます。で、ここも他の穴と同じ位置にならないようにします。で、この穴の微調整を細く切ったホースでできるようにしたいんですよね。その時に違う方向の穴も一緒に塞がないようにするために穴の位置はずらします。こうやっておくと実験できる範囲がすごい広がると思います。で、また同じ穴開け作業を繰り返します。もうここはパパッと流しちゃいますね。後ろ向きの穴は 3.5 ミリです。で、こんな感じになりました。手を突っ込んで強さを見たり、先ほどの細く切ったホースを使って微調整も終えました。で、ちょっと見にくいんですが、水草の揺れ方もすごくゆったりしてて、かつ水流もちゃんとあって、だけど魚は水流に押し戻されずに、こんな風に広い範囲で泳いでくれてますね。狙った通りになったと思います。で、パイプは何箇所か穴を塞いで、これが一番いい感じでした。ちょっと不格好なんですけど、いろいろ対応できる余地を残しとくために、これで運用してみます。これで、とりあえず水流の方は OK だと思います。あとは様子見ながらですね。で、今回使った料金ですが、21番目の動画で使った素材だけなんで、金額の追加はありません。本当はこのシャワーパイプも見えないようにしたいんですけど、透明のプラスチックって水中だとすごい目立つし、ガラスだといじったりできないし、水槽が落ち着いたら、アクリルとかいろんなもん使って試作してみようと思います。次回はまた水草の追加となります。それと栄養についても少し作業をします。初めてなんで水草の必要量が全然わかんないんですよね。で、その都度追加していく感じになっちゃってますが、お付き合いいただければ幸いです。それでは、また。